では今日もよろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。今日のテーマはですね、60歳からの後悔しない生き方っていうテーマなんですけど、このチャンネルでは50代の視聴者が多いんですけど、60代の視聴者も結構多いということもありまして、今回は60代の方にスポットを当ててお話を伺っていきたいんですけど、60代というと、もちろん全員ではないんですけど、こう引き継ぐ年代といいますか、これまでの取り組みを継承していったり、次世代にバトンを渡すようなイメージがあるんですけど、和尚さんの視点で60代という年代においてはどういったことを大切にすることがいいと思われますか？ちょうどね、60っていうと、人生の大きな節目、還暦って言われる時ですよね。で、人間っていうのはその細胞だけ生かしておくと120年生きるって言われてるんですね。ちょうどだから0歳と120まで、なかなかね120まで、今の世の中でもね、元気でいらっしゃるっていうことはないかもしれませんけども、細胞だけで考えると120年って考えれば、0歳と120歳を見比べていただくと、例えば目が見えてませんか、まだ0歳は見えてない、で120歳やったら見えなくなっちゃった方って考えると、そうすると、例えば髪の毛、まだ生えてない、120抜けた方、ね、で足腰立てない方、立てなくなっちゃった方って、こうやって比べると0と120っていうのはほぼイコール、見た姿は違うんですけども、でも形こそ違えど120歳と0歳ってイコールになってくるような見方なんですね。そうするとちょうどターニングポイントっていうのが60って言われるところから、還暦という節目、それまでは厄年って言われているのも、例えば女性の19歳の厄年とか男性25歳で、大厄って言われているのが女性の33歳で男性が42歳っていうふうに厄年があって、で60で一つの還暦っていう節目を迎えると、60から次はじゃあ、30とか古希とかね、あと米寿とかっていうふうに言われているように607080ってなっていくと、今度は男性女性の厄年っていうのがなくなってきます。だから男女一緒なんです、もう60っていうのはね。そこから70歳とか88とか、そういった一つのお祝いごとに変わってきますけども、そこからは男女の区別っていうのがなくなってくるように、60歳っていうのが大きな節目になってくるんですね。だから60歳を超えていくと、次は120歳、120歳の方に向かってだんだん若返っていくっていうイメージでいいんじゃないかなと思うんですね。だから60まではいろんな人生、0歳から60っていうまではいろんな人生を頑張って生きてきて、人の上に立ってみたりとか、いろんな役割をもらったりとか、そういった意味での厄年っていう節目を迎えながら、60歳という還暦という大きな節目を迎えた。じゃあ60歳で還暦のお祝いをしていくっていうのは、こっからはね、人に甘えていいんだよとか、人に頼っていいんだよとか、そういったちょうど大きな節目じゃないかなと。例えば子供が結婚して、お孫さんができたと。そしたら今度はおじいちゃんになるわけですよ。おばあちゃんになっていくわけね。じゃあおじいちゃんおばあちゃんの役割、それまでのお父さんお母さんの役割っていうのは、やはり子育てをしていくために自分がしっかり頑張っていかなきゃいけない。今度はおじいちゃんおばあちゃんになっていく役割が60を超えたぐらいから、もしくは60前ぐらいからやってくると思うんですけども、じゃあおじいちゃんおばあちゃんの役割はって言ったら、お父さんお母さんの役割はしっかりしてなさいよと。じゃあおじいちゃんおばあちゃんはって言ったら、子供に頼っていいんだよとか、甘えていいんだよとか、もっと人に頼ってもいいんだよっていう役割を迎える60歳の節目じゃないかなと思うんですよ。はい、だから若返っていくっていうか、120年向かってね、今度は三角形を書いていただければ、ちょうど60がてっぺんなんですね。そこからだんだん下っていく。ね、大体年取っていくとちょっとわがままになってみたり、頑固になってみたり、融通がなくなってきたりする方もいらっしゃると思うんですけども、でもそうならないためには、やっぱもうちょっと若い世代に頼ったりとかね、甘えてみるとかね、支えてもらうように頼ってみるとか、信頼関係を得てみるっていうのはそういうことじゃないかなと思います。だから60歳を超えるぐらいから人にもっと頼ってみられるような年代層になってきたんじゃないかなと思いますけどね。よく和尚さんも最後亡くなる時は絶対誰かに頼らないといけないというお話されますけど、ある意味そこに向かってといいますか、やっぱり
今まで頼られてきた立場のところから、そうやって頼られる方に自分をこう持っていく期間というか、最後その終わりを迎える就活じゃないですけど、そこもあってやっぱりそこにこう切り替わるような、なんかそういうイメージってそうですね。だから可愛いおじいちゃんおばあちゃんのイメージってあるじゃないですか。いつもありがとうありがとうって言ってるようなおじいちゃんおばあちゃんになりたかったら、60まだまだね元気な年ですけども、60超えていくともっとね頼りにしたりとか甘えてみるとかっていうことって大切なんじゃないかなと。60まではね頼られたりとかっていうのが多い、立場上でもそうですし、お父さんとしてもしっかりしなきゃいけない、お母さんとしてもしっかりしなきゃいけないっていう、そういう立ち位置でやってきたとは思いますけども、60超えてねもう人に頼ってもいいし、もっと甘えてもいいんじゃないかな。ましてやね自分の子供たちにはなかなかねまだまだ若い者には任せられへんっていう人たちも多いとは思いますけども、もちろん人生60からでもまだまだなんでね。ところがまだまだ頑張ってもらわないかんからこそ、こう人に頼る、子供に頼ってみるとか家族に頼ってみるとか甘えてみるっていうことはすごい大切なことなんじゃないかなと思います。はい、僕の年代とかでいうと逆にその頼られる側の立場になるんですけど、なんかそう考えると逆に頼られるようにその若い世代がとか、自分子供だったら親に逆に頼られるぐらいに自分がなっていかないといけないなってなんか逆に思いました。そうですね。だからちょっと譲るというか、お父さんという立場を譲るとかね、お母さんという立場を譲っていかなきゃいけない年齢になってくると思うんですよね。子供さんがいらっしゃるところはね。だったらもうちょっと頼ってみる、若い者には任せられへんっていう世の中になってるような気がするんですよ、この日本もね。だけど少しずつでいいからちょっと譲っていくっていうか、バトンを渡していくような、そういった気持ちを持っていただくのが60を超えてからの年代じゃないかなと思います。また特にこれからはね、その少子高齢化って言われているように60歳を超えていく人たちの方が年代的には多くなると思うんですよ。だから余計しっかりしなきゃいけないのかじゃなくって、やっぱり若い世代をどんどん育てていかなきゃいけない年齢でもあると思いますし、じゃあ育てていくっていうのはあれこれ指導することももちろん大切ですけども、もっと頼りにしたらいいんじゃないのかな。だからお任せするっていうようにちょっと頼りにして、そうじゃないと人って育たないと思うんですよ。我々だってそうなんですよね。やっぱ頼りにされてきたからこそ、先輩たちからね頼りにされてきたし、必要性を求められてきたから一生懸命勉強してきたわけじゃないですか。ところが最近のその大人っていうか、はなかなか若い世代にねこう任せられへんっていう方が多いと思うんですよ。だから今時の子はとか僕らもよく聞きますけど、そういった人たちの言葉をよく耳にします。でも今時の子はっていうよりも、今時の子はにしてしまっているのが私たちだと思うんですよ。だからもっと任せてみよう、もっと頼ってみようよ。でも頼りにすることでやっぱ頼られた方っていうのは一生懸命頑張ってくれると思いますし、私たちもそうだったんですね。やっぱり先輩から頼りにされたり任せられる、信じてもらえたから頑張って勉強してきて、大人になってきた、年も取ってきたわけですし、だったら私たちもいやいや任せられへんって言ってるよりは、ちょうど60を節目としてね、もっと頼りにして頼ってみて、任せてみてもいいんじゃないかなと思いますね。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。You leave me notes before you leave, and lipstick on the bathroom mirror. The way you love could part the sea. I'm thankful that you want me, dear. Do you think about how these paths will lead us to somewhere? Do you think about traveling and growing old? A couple of kids when I was holding your hair back. Now we got our own future, our own stretch of road. 皆さん動画をご視聴いただきありがとうございます。オンラインサロンご祈祷の予約、各種イベント等 YouTube の概要欄の方に貼ってございます。詳しくはねそちらをご覧ください。皆さんとまたお会いできる時を楽しみにしております。ありがとうございました。